会社に従えない奴はクビだ。容赦ない解雇宣告が工場の空気を凍らせた。俺は金属加工の町工場を営んでいた実家で育ち、大手自動車部品メーカーへ就職した。けれど、効率最優先の生産体制に疑問を抱き、わずかな欠陥でも見逃さないよう部品を弾いていたら、あっけなくお荷物扱いされたわけだ。同じ業種なのに、規模が違えば大切な気持ちまで失わなければいけないのだろうか。俺は部長へ再度訴えた。規模が大きいからこそ、品質が重要になるんじゃないですか。私が弾いてきた部品をしっかり見てください。問題が出てからでは遅いんだ。確かに、分業が進む大企業じゃ、一人一人のこだわりよりも量産スピードが重視されるのかもしれない。だけど、俺は最後まで自分の感覚を捨てることができなかった。うちには職人技なんか必要ない。生産性が理解できない駒は出ていけ。そして俺は、あっけなくお払い箱となるのだった。だが、この理不尽な解雇劇が、俺の今までの人生が無駄ではなかったと証明してくれることになる大事件の幕開けとなるとは、この時は誰も知る由もなかった。俺の名前は都築源。一人暮らしをしていたアパートを引き払い、今は誰もいない実家へ帰る電車を待っている。毎日、今日こそはと気合を入れながら、ホームへ駆け上がった駅とも、これでさよならとなる。下町方面へ向かう電車はガラガラで、心なしか物悲しかった。俺は、椅子の端に座り、目を閉じながら、今までのことを思い出した。俺の実家は、都築製作所という小さな町工場だった。自動車関係の金属加工を得意としており、少人数ながら会社としては順調だったと思う。俺は跡取り息子ということになるのだが、決められた人生などと一度も思ったことはなかった。それは子供の頃からずっと見てきた職人たちがアニメや漫画のどんなキャラクターよりもかっこいいヒーローに見えていたからだった。職人はみんなかっこよかったが、俺には特に憧れてる人がいた。微妙にずれてるじゃねえか。たく。どうせ好きな女子のことでも考えてたんだろうが。そんなんじゃねえよ。もう一回だ。次こそはゴロジーなんて超えてやるからな。俺は中学から本格的に金属加工の修行に入ったのだが、その時面倒を見てくれたのが五郎さん、通称ゴロジーだった。ゴロジーの技術の高さは向上一だった。一歩間違えれば事故につながる危険な職場なこともあり、ゴロジーはとにかく俺に厳しかった。だが、うまくできた時は全力で褒めてくれる人だった。ゴロジーが俺に一番叩き込んだのは、金属の再生技術だった。修理技術と言ってもいい。繊細な腕もそうだが、知識と応用力も必要となる。この分野でゴロジーの右に出る人はいなかったのだ。最近のものはもちろん、今はもう生産されていない部品まで動くように直す。機械のように一気に数をこなすことはできないが、プログラミングではできない人の手のなせる技だ。俺にもこの技術が身につけば、この工場はもっと有名になれるだろう。俺は毎日ゴロジーの下で修行を重ねた。そして、高校2年生の時、ゴロジーは俺に真剣な顔をして言った。よく頑張ったな。もうお前は立派な職人だ。ゴロジー、それって。あとはお前の好きなようにすればいいってことだ。だが技術の使い方を間違えるなよ。例えば、いくら高性能のシャーペンを持ってるとはいえ、お前の頭がバカじゃ100点は取れねえってことだ。わかっただろ？なんとなく。とにかく俺、もう職人を名乗っていいんだよな。やった。こらはしゃぐな。俺は自分も職人の仲間入りができたこと、そして、ゴロジーが認めてくれたことがとにかく嬉しかった。高校を卒業したら、俺もこの工場でみんなと一緒に働く未来に胸を躍らせていた。しかし、俺の職人人生は始まることなく終わってしまった。大量生産でコストを下げたいという時流に、うちの工場は勝てなかった。結果、工場は閉鎖し、俺の両親は今、田舎で暮らしている。みんなの力を世に出し切れず、本当に申し訳ない。父は工場の最後の日にみんなへそう告げた。俺もまた、磨き抜かれた力が埋もれて消えていく現状を目の当たりにして、悔しくもあり、悲しくもあった。俺のそんな気持ちを察してか、
ゴロじいは気合を入れるかのように、俺の背中をバシッと叩き、笑顔で工場を去っていった。そう、工場がなくなってしまった以上、俺も新たな道を見つけないといけなくなったのだ。高卒採用があって、金属加工に携われる職場をひたすらに探した。言ってしまえば、そういう会社はうちの工場が潰れる要因とも言えるが、やはり、俺はその道から離れたくなかったのだろう。必死の就活の末、俺は自動車企業の大手であるブリッジワンの一番大きい部品工場へ就職することができた。ゴロじいから学んだことの何が活かされるかわからなかったが、仕事にかける熱意はきっと同じだと信じていた。だが、俺の描いた未来は、またもや塗りつぶされる運命だった。入社して早々に、俺は注目の的となった。それもそのはず。高卒とはいえ、金属加工歴は5年以上ある。連作業だが、一つ一つの部品が自動車を作っていくのだと思うと、自然と目や手が鋭く、そして繊細になっていたのだろう。同期のみんなから、俺は羨望の眼差しを受けていた。鈴木くんって、ほんと手際いいよね。部品のすべてがわかってる気がする。職人技だよ。言い過ぎだよ。でも、職人って呼ばれるのは悪い気はしないかな。声をかけてくれたのは、同じレーンで働く日本さんだった。年が近いこともあり、いつも気さくに声をかけてくれた。夢の形は変わってしまったが、やっていけるかもしれないと俺は思えるようになっていた。だが、上層部からの評価は芳しくなかった。この弾いたナットの数はどういうことだね。多すぎる。これなんて一体どこがダメだと言うんだ。また君か、続き。一応説明は聞こうか。俺を事務所へ呼び出し、デスクへリストを投げ出しながら詰め寄ってくるのは、この部品工場を管理している生産管理部の正木さんだ。はい、微妙な曲がりと欠けがありましたので、弾きました。で、その君の言う微妙というのは、規定範囲を超えているのか？ギリギリ超えてはいません。ですが、何かの不具合の原因になるかもしれません。先に取り除いておくのが後々のためかと思うのですが、入社して、このやりとりを何回繰り返してきただろうか。はじめは工場長を通して、次は電話で、そして今回、直接部長がやってきた。毎回部長から返ってくる言葉は同じだった。鈴木くんね。職人技だなんてもてはやされているらしいが、ここにそういうものは不必要なんだよ。こちらも安全性をしっかり考慮しての規定ラインを設けているんだ。それを小さなプライドで逆らって、時間も使って、無駄な損失を出して、非効率極まりない。下町臭い考えを早めに改めなければ、こちらが君に効率的な方法を取ることになるからな。俺の返答を待たずに部長は出て行ってしまった。正木部長はワンマンで有名で、普段から工場で働く人たちを下に見ている人だ。俺も正直関わりたくはないタイプだと思っている。だが、ところどころ、あの人の言うことが間違っていないということもまた分かっていた。日本を代表するブリッジワンなのだから、実家でやっていたようなやり方ではダメなのかもしれないと思うこともあった。だが俺は、心に染みついた、使う人の先まで考えて丁寧に作るというプライドをどうしても捨てることができなかった。もやもやとした気持ちで働く日々が続いた。そんな時、意外な人と出会うきっかけがあった。いや、後のことを考えると、悪い意味での運命の出会いだったのかもしれない。俺が休憩室で弾いた納豆を見つめながら、じっと座っていた時だった。隣の席空いてますか？ああ、どうぞ。声をかけてきたのは、作業着ではなくスーツを着た女性だった。その人はコーヒーを飲みながらタブレットを使い、何やらペンを走らせていた。きっと外部から来た人だろうと思いつつ、真剣に仕事をしている美しい横顔に、不覚にも、俺は見とれてしまった。すぐに視線をそらしたが、突然彼女の方から俺に話しかけてきたのだ。その部品は何かに使うようですか？これは不良があって弾いたナットです。それは例の俺が弾いたものだった。彼女が誰かはわからないが、胸を張って言えなかったことに少し情けなさを感じてしまっていた。彼女はすみませんと言いながらナットを手に取り、まじまじと見出した。私にはどこがダメなのかわからないけれど、車になれなかった子たちが。でも、リサイクルすればまた戻ってきます。その時は
きっとしっかり乗る人たちを守ってくれますよ。俺がさらっとそんなことを言うと、彼女は少し目を大きくし、じっと俺を見た。そして、クスクスと笑い出した。部品工場で、あなたみたいな考え方の人がいたのね。嫌いじゃないわ。あ、自己紹介まだだったわね。私、ソーダルカと言います。デザイナーをやっているの。今は、新作のアイデアになるかもと思って、工場へ来させてもらっているわ。ソーダさんは、自己紹介とともに名刺を差し出した。俺の名刺はカバンの中だったので、口頭で自己紹介をしたが、目は完全に彼女の名刺に釘付けになっていた。この名刺に載ってる写真って、さくらですよね。女性ドライバーに特に大ヒットしたあの車。もしかして、それをデザインしたのって。俺の伺うような表情に、ソーダさんは自分の顔を指さしながら、にっこりと笑った。それからは、自動車話で盛り上がり、俺とソーダさんはよく休憩室で話す仲となった。ほとんどは車のこと。そして、少し自身のことについて、などだ。同僚のみんなと話すのももちろん楽しいが、ソーダさんとの話はデザインという新たな観点があり、また別の楽しさがあった。何より、この仕事が大好きで、誇りを持っているという気持ちがひしひしと伝わってきたのだ。確かにそれは間違ってはいなかった。悩みの沼にはまりかけていた俺は、救われた気がしていた。しかし、彼女と分かり合えている気になっていたことが間違いだったのだ。それが分かったのは、ある日の休憩室。いつものように俺は、ソーダさんと話をしていた。テーブルには初めて会った時のように、俺の弾いたナットが置いてあった。あ、また弾かれくん出ちゃったの？機械でやっててもあるものなのね。いや、これは、俺が自分の目で見て弾いたんです。確かに規定内ではあるんですけど、ここに小さな欠けが。俺はナットを手に取り、彼女へ見せながら説明しようとした。だが、明らかに空気がいつもと変わったことを察した。ソーダさんは、機嫌な顔をして俺に質問をしてきた。規定内なのに自分で弾いた？どういうこと？鈴木くん、なんでそんな無駄なことをしてるの？いや、だってもし、自分でも想像だにしなかった彼女の言葉が、ショックだったのだろう。生産管理部長と対立した時とは、一変して言葉が出てこなかった。二の句が告げなくなった俺へ向けて、ソーダさんはさらに続けた。確か、実家も工場なのよね。でもここは会社。守るべきことは守らないと。鈴木くん、利益が出ない行動をなぜするの？ご実家の結果を考えれば簡単なことじゃない。俺を諭すように、ソーダさんは真剣な目で見つめてきた。その瞳が、これが彼女の信念だと物語っていた。俺は何も言えず席を立った。俺は期待してしまっていた分、どん底へ突き落とされたような気持ちになってしまった。手洗いへ飛び込み、顔に水を何度もぶっかけたが、鏡に映る顔はひどくなる一方だった。その日以来、俺は堅くなに主張するようになった。危ないと思った部品はどんどん弾いていった。工場長に注意を受けても、効率を重視していると、いつか必ず大変な問題が起きてしまう。それに巻き込まれるのはお客様なんだ、と譲らなかった。同僚からも心配され、ソーダさんとももう話すことはなくなっていた。だが、そんな俺の様子をずっと気にかけてくれていた人がいた。同じラインで働く、楠木さんだ。鈴木くん、最近無理してない？なんかいつもピリピリしてる感じがしてさ、みんなも心配してるよ。そっか、ごめん。俺変に空気悪くしてるよな。思わず視線を落とした。あれだけ声を荒げて部品を弾いていれば、周りが気を使うのは当たり前だ。けれど、これだけは譲れなかった。俺、このまま流されるわけにはいかないんだ。危ないと思ったら絶対に止める。これで何か起きたら、お客さんが困るだけじゃなくて、安全に乗ってもらえなくなる。それが嫌でさ。言葉に詰まってうつむく俺を、楠木さんはじっと見つめていた。そうだね。鈴木くんの気持ちはわかるよ。私も車に乗る側の人間だから、ちゃんと安全なものを作ってほしいって思うもん。でも、あんまり一人で背負わないで。ここは大きい会社だから、どうしても効率って言葉が最優先されちゃう。鈴木くん一人が声を上げても、なかなかうまくいかないことも多いと思う。だから、困ったら相談して。何かあったら話してよ。私もまだ新人みたいなもんだけど、できる限り力になりたいからさ。その言葉に、胸の奥が少しだけ軽くなる気がした。周りを見渡せば、
同じ目線で俺に声をかけてくれる人がちゃんといる。そう思うと、ギリギリまで張り詰めていた心がゆっくりとほぐれるようだった。けれど俺は、どんな言葉をかけられても変わらなかった。譲れないものは譲れない。いつの間にか俺の周囲に静かな壁ができ始めているのを感じていた。そして、ついにその日が来たのだ。下町臭い考えは結局変わらず、社には不利益でしかない。職人気取りは叱るべき場所へ戻るべき、だと思わないかね。生産性が理解できない駒は大荷物だ。出社してすぐ、俺は事務所へ行くように工場長から言われ、ドアを開けると、中には正木部長がいた。そして、前置きもなくこう言われたのだ。遠回しの解雇通知だった。同じ業種なのに、規模が違えば大切な気持ちまで失わなければいけないのだろうか。俺は部長へ再度訴えた。規模が大きいからこそ、品質が重要になるんじゃないですか。私が弾いてきた部品をしっかり見てください。問題が出てからでは遅いんだ。あれだけ気に食わなかった正木部長へ、俺は全身全霊で訴えた。クビにはなりたくはなかったが、下町臭いと言われた考えに少しでも耳を傾けて欲しかった。しかし、部長は俺の言葉を聞いてはいなかった。俺の口が止まったことを確認し、書類を一式デスクへ置いた。そして、言葉を吐き捨てて出て行った。非効率な人間は邪魔でしかない。お疲れ様、都築くん。最後の訴えも虚しく、俺はブリッジ1を解雇となったのだった。俺は、世当たりというのが下手だったのだろうか。もっとうまくやれれば、部長や相田さんに伝わったのだろうか。今となっては考えても仕方のないことだった。長いようで短い開口だった。気がつけば、電車は目的地の駅に着いていた。俺は変わらない風景の中を歩き、ある場所へたどり着いた。いろいろあったけど、やっぱり帰ってきてしまったな。親父、五郎じ、俺ここでもう一度一から頑張るよ。職人として。俺は閉鎖したままになっていた工場の前で、人目もはばからず宣言したのだった。退職金と少ない貯金を元手に、俺は父の工場を再開することを決意していた。借金返済のために売ってしまったものを再び買い揃え、埃をかぶっていた工場全体をきれいに磨き上げた。1ヶ月後、すべてが終わった頃には、もはや退職金などほとんどなくなっていた。1からというより、0からのスタートだな。俺は両手を腰に当て、生まれ変わった都築製作所を眺めていた。すると、後ろからいくつかの声が聞こえてきた。都築くん、おはよう。私も早く来たつもりだったけど、負けちゃったか。工場すっかり綺麗になったね。気合入るな。ああ、でもまずは営業からだ。仕事を勝ち取らないと。日本さん、みんな、本当にいいのか。今更だよ。ね、みんな。日本さんの声かけに、後ろにいた数人が、声を上げガッツポーズをしてくれた。俺が解雇になって地元へ帰ってきたとき、日本さんから連絡が来た。てっきり別れの挨拶だと思ったのだが、彼女は衝撃的なことを俺へ伝えたのだ。ブリッジ1を辞めるだって。日本さんどういうこと？うん、もう決めたの。都築くんが解雇になって何人かで話し合っていたの。そして結論が出たわ。私たちは会社に不必要とされた都築くんの職人技に惚れ込んでるって。日本さん。一緒に働かせてほしいの。大変なのはわかってる。でも、みんな覚悟は決めたから。こうして、日本さんを含む元同僚4人が会社を辞めてまで俺の工場へ来てくれることになったのだ。一人から始めるつもりだったが、仲間が4人もすでにいることに俺は安心感を持った。責任も重大だが、あの会社でも同じ気持ちの人がいた事実が嬉しかった。それから俺の睡眠時間のない日々が始まった。日中は営業とみんなへの技術講習をひたすらに続けた。レーン作業とは全く違う作業がほとんどだからだ。だが、みんな真剣に技術を身につけようとしてくれていた。夜まで続けたい人には最後まで付き合った。営業はまず昔の取引先を回った。資金繰りができなくなって一度閉鎖しているのだから厳しくはあったが、再開したことを喜んでくれる会社もあり、ポツポツだが仕事を獲得しだしていた。もちろん仕事にも精を出した。わあ、都築くん本当に職人だね。薄板加工だよね。これが自動車のボディとかに使われるんだ。すごい。金属がこんなに薄くなるなんて。本当だ。都築やっぱすごいな。俺も早くできるように頑張るよ。みんな、未来をまだ描けるほどではないが、
日々盛り上がっていく工場の活気に、俺は自然と笑顔が出始めていた。しかし、まだまだ、都築製作所に平和が訪れるには早いようだった。金曜の夜、みんなが帰った後、俺は一人工場にいた。これからのことを考えるためだった。家より、この場所の方がいい案が出るような気がしていたからだった。昔馴染みの会社はほぼ回ったな。何か、他の角度からアピールできることを探さないと。俺は窓の方から何か見られているような気配を感じた。ここは夜にもなると、人通りはほとんどなくなるので、嫌な予感が頭をよぎった。俺はそっと事務所から出て、近くにあった懐中電灯を持ち、裏口から視線を感じた方へ向かった。足音に気をつけそっと歩いていくと、キョロキョロしている人影が見えた。俺はすぐに110番できるようにスマホを握りながら、勢いよく影へ向けて光を当てた。誰だ？キャえ？暗闇の中、その影は光で照らされ正体をあらわにした。なんと、ソーダさんだったんだ。ソーダさん、なんでこんなとこに？元気かなって思って、ごめんなさい。勝手にのこのことやってくるなんて、ごめんなさい。立ち去ろうとするソーダさんの腕を、俺は反射的に掴んだ。ソーダさんは、初めはこちらを向かなかったが、ゆっくりと神戸を垂れて、力の抜けた様子でこちらを振り返った。俺はそのまま、彼女が倒れてしまわないように背を守りながら、事務所へ案内した。ソーダさんは何も言わず、ソファーへ腰をかけ、手に持っていた紙袋を差し出した。これ差し入れ。私の好きなコーヒークッキー。都築くんコーヒーよく飲んでたでしょ？本当に泥棒みたいなことをしてごめんなさい。君がどうしてるのかずっと気になってて。工場はどんな感じ？俺は今日に限ってお茶しかないことを申し訳なく思いながら、ソーダさんに差し出し、自分も腰をかけた。まだ始まったばかりだし、細々って感じですね。これからですよ。俺は笑顔でそう答えた。しかし、ソーダさんには俺が強がっているように見えたのかもしれない。突然、入れたてのお茶を喉へ流し込み、先ほどの一歩引いた表情とは打って変わり、話し出した。私は部長とは違うから。はい？だから、解雇はやりすぎってこと。そりゃ、利益云々の話では、都築くんと私の意見は合わなかったみたいだったけど、というか都築くん、私の質問に答えなかったし、いいものを作りたいってことなんだよね。そうだよね。そういう人を会社は大切にしないといけない。それを、首を切って終わりなんて、そりゃ、確かに利益は大事だけどさ。ソーダさんは、一気にまくし立てて話した後、ようやく喉に熱さを感じたのか、少し咳き込み出した。俺は水を用意し、そして、ソーダさんをじっと見ていた。確かに思い返すと、ソーダさんの言う通りだった。話した時にすぐ理解してもらえなかったことで、俺は言葉に詰まってしまい、彼女の問いには何も答えないまま終わってしまっていた。ソーダさん、すみませんでした。それと気にかけてくれてありがとう。そんな、私は。ソーダさんは目を伏せた。ずっともやもやしてたの。会社の利益だとか、生産性だとか、もちろんそれは大事だよ。だけど、君が使う人の先を見てものづくりしてるのを見たら、羨ましくなった。ソーダさんはそこまで言うと、すっと顔を上げる。こないだ、都築くんが弾いた納豆を見たとき、なんでこんな無駄なことをって思った。でも違うんだよね。作る人が細部まで責任持って、これだって思えるものを世に出したい。そこに都築くんの職人の誇りがあるっていうのを、分かってたのに、見ないふりしてた。その方が会社では楽に生きられると思ってたから。その声は少しだけ震えていたけれど、彼女の瞳は真剣だった。だから、ありがとう。都築くんが品質を守るんだって必死に言ってたのを見て、私ももう一度、いいものを作りたいって気持ちを思い出せた。彼女の言葉に、心の奥からじわっと熱い感覚がこみ上げてくる。じゃあ、一緒にやりませんか？気づけば、俺はそう言っていた。大きな会社の生産ラインとは違う。俺たちのやり方で、下町の小さな工場だけれど、俺は一人じゃない。彼女のデザインセンスやものづくりへの思いが加わったら、どれほどのことができるだろう。想像するだけで胸が高鳴る。だけど、ソーダさんはそこで、一瞬戸惑ったように視線を落としてしまう。一緒にやるって、私、簡単には会社辞められないんだよ。その言葉に、俺は少し身を乗り出した。何か理由があるんですか？
俺はソーダさんの表情をじっと見つめた。単なる借金よ。逃げた父親が作ったのを返すために。放棄もできなかったから、そのために私は生きてる。だから、会社は何があってもやめられない。理不尽だと思っても従順な歯車でないといけない。会社に染まらないと辛いだけだもの。それだけよ。自虐的に語ったソーダさんは、言い終わると、最後に俺の方をじっと見た。でも、少し逆らっちゃったわ。私が、都築くんと顔見知りなのを正木部長は知ってて、あなたに関わるなって言われてたの。でも今日来ちゃった。ソーダさんはそう言うと、とぼけた感じの笑顔を俺へ向けた。それはとても可愛らしく、そして、どうしようもない悲しみも含んでいる気がした。全部投げ出したくなる時もあるよね。少し、わかります。けど、俺がそこまで言うと、ソーダさんは分かっていると書いてあるような、先ほどとは違う気合を入れ直した表情をした。やるしかないよね。ですね。ソーダさん、俺たち、お互いいろんなものを抱えてますけど、だからこそ話聞けるんで、またいつでも来てください。俺に関わるなと言われている彼女に言う言葉ではなかったかもしれない。だが、立場は違えど、人生をもがいている者同士なのだから、助け合っていきたい。力になりたいと、俺は彼女に対して素直に思った。ソーダさんは、ゆっくりと帰る準備をし、小声でありがとうと言い、工場を出て行った。助け合っていきたいと思ったものの、自我を通そうとして解雇になった俺。そして、自我を出すことを許されない彼女。相入れない俺たちに、果たして助け合いはできるのだろうか。もどかしい気持ちを抱えたまま、俺はまたデスクへ戻った。それから1ヶ月が経った。工場では、みんなが技術工場に邁進している。一見活気のある現場に見えるだろう。だが、現実は窮地に立たされていた。俺は、みんなの前では笑顔でいたものの、工場が閉まると、一人で頭を抱える日々が続いていた。新規受注が一向に増えないのだ。営業も様々なところへかけた。工場を再開した時に仕事を取れた会社からの継続受注は少なく、新規もない。みんなの給料のこともある。もう一度工場を閉めるなど、絶対にしたくはないと思いつつ、打開策が見つからない。俺は一人板挟み状態になっていた。その日の夜も、一人デスク周りだけのライトをつけ、俺は答えの出ない迷路をさまよっていた。しかし、デスクに突っ伏しそうになった。その時だった。コンコン。突然、窓の方から聞こえた音に俺が振り向くと、暗闇の中、開けっぱなしになっていた窓から、ぬるっと、白い手が這い出してきていた。うわ！私よ、私。そうだよ。恐怖で目が覚め、ようやく飛び出しそうになった心臓が落ち着き、俺は事務所へ招いたソーダさんに紅茶を差し出した。まったく、来るなら入り口からにしてくださいよ。心臓に悪い。だって、一応はあなたと関わるなって言われてるし。あら、今日は紅茶なのね。いただきます。いつも同じお茶より選べる方が楽しいだろうって、ひもとさんが持ってきてくれたんですよ。あ、こないだいただいた差し入れのクッキーも好評でした。ありがとうございます。俺の言葉にうなずくこともなく、ソーダさんは紅茶を飲んでいた。ひもと、都築くんについていって辞めた人ね。ところで、工場の方はどう？崖っぷちなんでしょ？ストレートな彼女の物言いに、つい俺は虚勢を張ろうとしたが、それより早く、俺の顔はソーダさんの両手に挟まれていた。言い訳しても無駄よ。こんな目の下にクマ作って、私たち助け合うんでしょ？お見通しだと言わんばかりのソーダさんの真剣な表情に、俺はついに観念してしまった。俺のポツポツと話すネガティブな言葉を、彼女は何も言わず聞いてくれていた。どうにかしなきゃなんですけどね。自分の営業力のなさと、仕事まで辞めてきてくれたひもとさんたちに申し訳が立たなくて、ほんと情けないですよ。バカね。するとソーダさんは、またもや俺の顔を手でサンドイッチにした。そして、自分の顔をぐっと近づけて話し出した。君は背負い込みすぎ。会社辞めて、ついてきた人たちのことまで背負い込まなくていいのよ。みんな自分で決めてそうしたんだから、今はまず、経営難からの脱却法を考える。それに集中するの。はい。ソーダさんは俺の話、工場の現状を聞いた後、じっと考え込みながら、持ってきていたパソコンとにらめっこを始めた。声をかけられる雰囲気ではとてもなく、俺はただ、ひたすら空になったカップへ紅茶を注いでいた。
ねえ、つづきくん。君って、学生の頃からここで技術学んできたんだよね。ええ。結構、特殊なところまで叩き込まれたと思ってます。それがどうかしましたか？何も分かってない俺をよそに、ソーダさんは立ち上がり、事務所をうろうろしだした。ソーダさん。これって、結構有名なブランドのアクセサリーよね。これって、もしかして欠けてたの？ソーダさんは、デスクに置きっぱなしにしていたクロスのネックレスを手に取った。それは、友人から修復を頼まれていたものだった。小さな賭けだったが、そういうものほど一度気になると目について仕方ないそうだ。特殊加工のものだったので、修理跡が目立たないように時間をかけて作業していた。実を言うと、悩み事だらけになっていたので、いい気分転換にもなっていた。そんなものに、ソーダさんが興味を持ったことに、俺はまだ理解が追いついていなかった。金属製品の修復技術は特に叩き込まれたんです。車、バイクの部品はもちろんですが、アクセサリーもできますよ。それだ。ソーダさんが突然突進してきそうな勢いで迫ってきたので、俺は踏ん張りきれず、ソファーへ倒れ込んでしまった。驚いて目を見開いている俺の眼前には、ワクワクを隠しきれない彼女の綺麗な顔があった。俺にもわかるように説明してもらえますか？今、完全に置いてけぼりになってます。これは、ハマれば一気に大逆転よ。俺たちは、改めて座り直し、会議を始めた。SNS ですか？確かに大抵の企業はやってますけど、町工場が何を発信するんですか？まずはきっかけ作りが大切。そしてそれがこれよ。ソーダさんはさっきのネックレスを手に取り、キラキラと光らせた。ビフォーアフターを乗せてアピールしていくの。まずはそこから知名度を獲得する。アクセサリーの修理って珍しくはないけれど、これだけの完成度は素晴らしいし、町工場でやってるっていうのもインパクトがあるわ。そういうものなんですかね。自分で自分の力ってよくわからないものよね。よし、アカウント作成終了。早速始めましょう。ソーダさんの行動はとにかく早かった。俺は友人に連絡し、写真の許可を取った。そして、一応撮っておいた修理前の写真をソーダさんへ送り、俺はソーダさんの動きをずっと目で追っていた。そして、都築製作所公式アカウントの初投稿がアップされた。おお、なんかかっこいいですね。俺が身につけた写真も使われてる。アピールになるでしょ？実際すごいしね。さて、私ができるのはここまでかしら。あとは工場の皆さんと一度話し合ってみて決めてちょうだい。じゃあ、私は帰るね。さっさと帰ろうとするソーダさんを、俺はハッとして呼び止めた。待ってください。ソーダさんは何もなかったんですか？何か話したくて来てくれたんじゃ。俺の言葉にソーダさんは振り返り、そして眉を下げながら大きく笑った。なんだか忘れちゃったわ。じゃあ頑張ってね、鈴木くん。ソーダさんを見送り、俺はソファーへ腰掛け、彼女の作ってくれた SNS を見ていた。急に現れた町工場のアカウントに、すでに反応が来ていた。してもらうばかりで、ソーダさんの力に慣れているのかわからない状況に、心がもやついたが、まず、彼女の作ってくれた道を生かしていかなければと決意した。その時、閉めたはずの事務所のドアが開いた。ソーダさんが忘れ物でもしたのかと思い、俺は駆け寄ったが、そこにいたのはまさかの人だった。ごめんね、急に。鈴木くん疲れてるんじゃないかって気になって来てしまったの。楠木さん、そんなわざわざ。さあ入って、お茶入れるよ。突然の来訪者は楠木さんだった。俺のことを心配してくれていたそうだ。隠していたつもりが逆効果になっていたことを反省しつつ、俺はちょうどいいタイミングだと思い、楠木さんに SNS のこと、そしてソーダさんの案であることを話した。楠木さんは SNS を使っていると前に話してくれたことがあったので、この話にきっと力を貸してくれると思っていた。だが、俺の説明後に出た彼女の言葉は想像もしない疑問だった。鈴木くん、ソーダさんってソーダルカでしょ？デザイナーとして今もブリッジワンにいる。嫌な言い方になるけど、信用していいのかな。彼女、正木部長のお気に入りって噂もあったし、部長の差し金かもしれないじゃない。楠木さんは少し眉間にシワを寄せながらそう言った。ソーダさんにそんな噂があったことすら知らなかった俺は、一瞬ドキリとしてしまった。まだ会社にいた頃、会社の利益が一番だと言い切ったソーダさんが頭をよぎった。だが、
それは一瞬だった。俺はこっちに来てから改めて向き合ったソーダさんの方を信じたかったのだ。楠木さん、心配してくれてありがとう。ソーダさんなら大丈夫だよ。それにこの SNS だって彼女はアイデアをくれただけだ。あとは俺が頑張らないとやったことないんだけどね。俺がガシガシと頭をかくと、楠木さんは少し口角を上げながら軽くため息をついた。わかったわ。都築くんを信じるよ。SNS のことは任せてくれないかな。私ハンドメイド好きで結構使ってるから、都築くんよりはうまくできるからね。楠木さん、助かるよ。こうして、都築製作所の新たな挑戦が始まった。投稿では、技術の高さを分かってもらうため、そして拡散しやすいように、身近な金属製品の修復過程を日々アップした。概要には、車やバイクの修復もやっていると記載しておき、取り扱いの幅の広さもアピールした。楠木さんの SNS 活用術は素晴らしかった。写真の撮り方、ハッシュタグ、時間帯など徹底的にこだわっており、俺は SNS を仕事に使うということの奥深さを感じていた。そして、1ヶ月も待たずに結果を実感することになった。いわゆるバズるということが頻繁に起き、仕事依頼の DM が大量に来るようになったのだ。アイデアをくれたソーダさん、運営の楠木さん、そして急に増えた仕事を真剣に丁寧に向き合ってくれた同期のみんなのおかげだった。俺一人の力では無理だった。都築製作所は噂が噂を呼び、知る人ぞ知る町工場へ生まれ変わろうとしていた。小さな仕事を受けつつ、技術を磨く日々が1ヶ月ほど続いたある日だった。都築製作所では会議が行われていた。議題はこれからの市場開拓についてだ。みんなのおかげで、この工場の知名度もだいぶ上がってきた。個人事業ならこのままでよかったかもしれない。だがここは会社だ。そこで、この波に乗って大きな一手を打とうと思う。ソファーに座っているみんなが、俺の言葉に少し緊張しながら、ホワイトボードに目をやった。俺は、事前に書いておいた側を見せるため、ボードをぐるりと回し、説明を始めた。俺も SNS 勉強したんだけど、うちのアカウントかなりフォロワー増えたよね。一人一人確認したんだけど、意外な事実が発覚しました。みんなが、おーっと声を上げた。俺はその歓声を聞き、あえてトーンを下げ、話を続けた。これは、概要に楠木さんが入れてくれた、車やバイクの修復って文のおかげだと思う。ここを逃す手はない。いよいよ本格的に自動車工場としての力を発信していこうと思う。みんな、よろしく。先ほどよりさらに大きな歓声が上がった。やり方は今までと変わりないが、単に車の修理だけでは他社に負けるのは明らかだった。そこで俺たちはターゲットを絞ることにした。普通の修理も請け負うが、生産終了のものやクラシックカーなどの修理に特化していることを売りにしたのだ。楠木さん曰く、ニッチというらしい。そして、ニッチな市場は手間がかかっても仕事がきっちりしていれば顧客が離れにくいそうだ。技術に心配はない。俺にはゴロジーから引き継いだ金属製品の修復技術があるのだから。そして狙いは的中した。耐久性のアップと、何より仕上がりの美しさに大評判を得たのだ。顧客に許可を得て SNS で宣伝する。そして顧客自身も自分のアカウントで紹介してくれる。評判は金属加工の業界まで広がり、ここまでできるものなのか、と話題を呼んでいた。俺は本当の意味での工場の活気を感じ始めていた。それは決して昔に戻ったという意味ではなく、新たなメンバーと新たな未来へ向かっていくという高揚感に近いものだった。だが、まだまだ一筋縄とはいかなかった。予想だにしない仕事が舞い込んだことにより、この工場は分裂の危機を迎えることになる。自動車修理業務も軌道に乗ってきたある日だった。珍しく、工場入り口のチャイムが鳴った。はい、少々お待ちください。事務所には俺と楠木さんがいたのだが、ちょうど手の空いていた彼女が応対に出てくれた。特殊修理業務は、まずネットで予約をもらってからにしていたが、通常の修理業務は飛び込みももちろんある。もしかすると、そっちのお客かもしれないと思った。だが、エンジン音も聞こえなかったし、何より、楠木さんが帰ってこない。俺は様子を伺うように玄関へ向かった。すると、意外な人が楠木さんと向き合っていた。ソーダさん。都築くん、急にごめんなさい。入り口から現れた彼女に変な感覚になってしまったが、俺は彼女に伝えなければいけないことがあった。
ソーダさんに連絡しないとって思ってたんです。さ、中へどうぞ。そんな突っ立ってないで。ありがとう。その場で、俺だけが空気を読めていない状態だったのかもしれない。いつもとは違う控えめなソーダさんと、明らかに不信感を向けている楠木さん。とにかく、俺は二人を中へ呼んだ。楠木さんは、ソーダさんへお茶を出した後、事務所を出て行ってしまった。雰囲気は最悪だった。俺はソーダさんに感謝を伝えたかったのだが、どうにもそんな雰囲気ではない。とりあえずお茶を飲むと、ソーダさんの方から口火を切った。工場、うまくいってるみたいね。クラシック車特化の修理なんて、とても目の付けどころがいいと思う。ありがとうございます。元はソーダさんが SNS を進めてくれたからですよ。本当に感謝してます。感謝は伝えられたが、ソーダさんがそんなことを聞きに来たのではないことくらい、俺にでも分かった。何か話しにくいことなのだろう。俺から聞くことが、またお礼の一つになるかも、と思った。どうかしたんですか？ほら、俺たち助け合いじゃないですか。話しやすいように笑顔で、俺は彼女に問いかけた。すると、ソーダさんは少し苦笑いをすると、意を決したかのように真正面を向き、話し出した。鈴木くん、お願いがあるの。ブリッジ1の仕事を受けてもらえないかしら。え？驚いている俺を予想通りだという苦い表情で見ながら、ソーダさんは続けた。まず聞くだけ聞いてほしい。まだ表沙汰にはなってない話なの。ブリッジ1の自動車がまた海外へ出荷されることになったのは知ってる？知ってますよ。ついに桜が海外へ出荷されるんですよね。おめでとうございます。そうだ、それも言おうと思って。俺はハッとして口をつぐんだ。話の流れ的にいい話なわけがないのだ。俺は下を向き、彼女の言葉を待った。そう。桜を海外向けに改良して、部品工場にも最新機器を入れて、ガンガン生産していってたわ。だけど、サンプルで海外へ先に送っていた車の強度を指摘されてしまって。彼女の話を聞きながら、俺の脳内は部品工場にいたあの頃へ戻っていた。ソーダさんはだんだん言葉に詰まり出した。すぐに強度チェックに入ったけど、大量生産だから小さい不備がどんどん出てきてしまって、もう納期に間に合わないの。この桜の海外出荷はかなり無理を言って進めた話なの。これで納期が間に合わないとなれば、信用はなくなってしまいますね。少しの沈黙の後、鼻をすする音が聞こえ出した。下を向いてしまっているが、ソーダさんはこらえきれず泣いてしまっていた。調子のいいこと言ってるのは分かってる。でもどうか力を貸してください。鈴木くんの工場なら信用できる。お願いします。お願い。俺はソーダさんにティッシュを差し出そうとした。しかし、その時勢いよく事務所のドアが開いたのだ。私は反対よ。鈴木くん流されちゃダメだよ。あなたを追い出した会社だよ。しかも散々あなたの意見を馬鹿にしてきた。それを困ったから技術を貸してくれなんて、ふざけてるわ。ソーダさんへ怒号を向けたのは、楠木さんだった。後ろには、怒りの形相で他のみんなも立っている。俺は一生懸命に考えようとした。みんなの気持ちもわかる。だが、会社というより、ソーダさんを助けたい。相入れない意見を一体どうすればいいのか、答えは出なかったので、俺はもう単純に考えることにした。背負い込みすぎるのを、やめることにしたのだ。俺は楠木さんたちへ言った。みんな、これは仕事の依頼だ。こんな大口の仕事を断れるほど、うちはまだ余裕ないだろう。って、俺が言っちゃダメなんだけどさ。あのブリッジ1が、どこなら海外を納得させられる仕事ができるかを考えて、うちを選んだんだ。これって勝ちじゃないか？俺はこの仕事を受けようと思う。目に物見せてやろうじゃないか。楠木さんたちは黙り込み、そしてソーダさんは、涙で赤くなってしまった目のまま、俺の方を向いた。いいの？鈴木くん。ああ、みんな、忙しくなるけど、俺たちならできるよな。みんなが言葉に迷っているところ、楠木さんがはっきりと言い切った。ちゃんと、鈴木製作所に感謝してくださいよ。仕事は完璧にしますから。決まりだね。ソーダさん、必ず桜を海外へ旅立たせよう。ありがとう、鈴木くん。そう言うと、ソーダさんは立ち上がり、みんなの方へ向き直った。そして、深々と頭を下げたのだ。鈴木製作所の皆さん、本当にありがとうございます。このことは必ず上へ伝えます。よろしくお願いいたします。大急ぎで部品の図面を送ってもらい、鈴木製作所は桜の部品製作へ取り掛かった。この小さな工場では若干キャパオーバーな量だったが、そこは皆
もともと部品工場経験者だ。感覚が戻れば仕事は早かった。都築くん、これのナットたちチェックお願いします。はい。さすがだよ、楠木さん。ちょっとこの子たちはギリギリだな。リサイクルに回そう。残業が続いた。しかし、この仕事が終われば、工場が再開してからで一番大きな収益を得られる。残業代もしっかり払えるはずだ。一生懸命に、そして正確にチームワークで作業を続け、俺たちは納期きっちりに仕事を完了することができた。本当にありがとうございました。これは私個人ではなく、ブリッジワンとしての感謝の意です。都築製作所様、本当にお世話になりました。納品後、工場へやってきたソーダさんは何度もみんなへ頭を下げた。あの時怒りの表情を向けていたみんなも今は笑顔だ。楠木さんも少しだけ口角を上げていた。俺はソーダさんの手を取った。桜の海外進出頑張ってくださいね。都築くん、みんなで大きな山場を越えた達成感を胸に、俺はソーダさんを見送った。また、明日から都築製作所としての仕事が始まる。みんなにも頑張りに見合った給料を払える。この仕事を受けたことに後悔はなかった。そのはずだった。だが、俺がブリッジワンの罠に気づいた時には、もう取り返しのつかないことになっていたのだった。3日後、俺は作業着のまま電車に乗っていた。向かっていたのはブリッジワンだ。もう行くこともないと思っていたのが、こんな理由で行くことになるとは思いもしなかった。俺は自分の甘さとブリッジワンへの怒りでぐちゃぐちゃになっていた。アポイントもなく受付へ行き、正木部長に会わせろと言った。断られても強行突破するつもりだった。しかし、正木部長はあっさりと、俺を会議室へ通したのだ。俺はノックもそこそこに会議室のドアを開けた。おや、久しぶりだな、職人くん。アポも取らず乗り込んでくるとは、やはり今でも社会人としては無能のようだな。正木部長。俺は数枚の紙をデスクへ叩きつけた。正木部長は冷めた目でそれを見ている。俺は一生懸命に気持ちを落ち着かせながら部長を睨みつつ言った。どういうことですか？この契約書に記載されている契約金通り振り込まれていません。半分にも満たない額だ。はあ？イレギュラーで早めの入金をしたことに例はないのかね？俺は金額の話をしているんです。今朝、俺は社用の通帳を確認しに行っていた。今回は急な仕事だったこともあり、今日入金すると聞いていたからだ。だが、ブリッジワンからの少なすぎる入金に、俺はそのまま電車へ飛び乗り、ここまで来たというわけだ。頭に血が昇るのを抑えられない俺を、ニヤニヤしながら見つつ、正木部長は契約書を手に取った。そしてメガネをかけ、契約書を読み出した。この契約金は仮とし、金額に関してはブリッジワンに一任するものとする。いや、急に下町工場へ振った仕事なんて何があるかわからないものだろ。手を抜かれてはたまらないからね。一文付け足しておいたんだが、まさか読んでなかったとでも？俺は部長から奪い取り、再度読み直した。契約書の2枚目にある、契約内容の中に、先ほど部長が読み上げた文が確かに入っていたのだ。俺の血の気はどんどん引いていった。俺のミスだった。信じすぎてしまっていた。正木部長が関わっている契約書だと分かった時点で疑うべきだった。俺は契約書をぐしゃりと握りしめながら言った。もう、こちらの仕事は絶対に受けません。俺の絞り出した言葉に、正木部長は吹き出すように大笑いした。まあ、その決意がいつまで持つかな。きっと我が社へ仕事をくれと懇願してくることになるさ。はあ？言葉の意味がわからなかった。俺の聞き間違いだろうか。眉を潜めたまま部長を見ると、社用のスマホが震え出した。ああ、いい。話は終わりだ。さっさと帰りたまえ。きっと今頃祭りかもな。俺は挨拶もせず、ブリッジワンを後にした。電話を折り返すと、楠木さんが出た。連絡できなくてごめん。どうかした？都築くん、会社が大変なの。今どこ？とにかく帰ってきて。俺は電車を止め、タクシーに乗り込み、急いで工場へ戻った。中は仕事をしている人はおらず、みんな事務所へ集まっていた。何があった？都築くん、今まで契約を続けてくれていた会社が打ち切りにしたいって。どこの会社？話に行ってくる。全部なの。俺の肩から背負っていたリュックがずるずると落ちていった。全部？確かに、個人受注の修理仕事は順調だった。だが、収益の土台は、やはり継続で契約してくれている会社だ。それが全てなくなってしまった。俺の脳裏には、先ほどの正木部長の言葉が思い返された。
圧力をかけるだなんて、何がそこまで気に食わないんだよ。上にかなわない悔しさ。部品工場にいた頃からずっと溜め込んでいたものを俺はついに大声で吐き出してしまった。ごめんみんな。今日は臨時休業にしよう。解決策は考えるからさ。すまない。そう伝えても、みんな一向に動く気配はない。みんなの目は、職場を辞めてまで俺のところへ来てくれた時のままだった。都築くん、私たちちゃんと自分たちで決断してここへ来たんだよ。何かあったなら、一緒に乗り越えたいの。全員がうなずいてくれた。俺は泣きそうになるのをこらえ、みんなに感謝し、現状を伝えた。みるみるみんなの顔が赤くなっていくのが分かった。あの会社、許せないわ。部長のやつ、逆らった人間を徹底的に潰すのを楽しんでる。正木部長は、俺たちがブリッジワンへ頼ってくると思ってる。けど、今契約なんてすれば、ギリギリの賃金で働かされるのは目に見えてる。駒になるだけだ。周りが敵だらけに見えて仕方がなかった。いや、俺が正木部長に目をつけられているせいで、敵になってしまったとも言える。考えれば考えるほど、自分を否定しそうになってしまっていた。しかし、そんな暇はなくなった。またもやチャイムが鳴ったのだ。なんとなく嫌な予感がし、俺が玄関へ向かった。はい、どちら様でしょうか。都築くん。俺は急いでドアを開けた。そこには一瞬だけ目を合わせ、すぐにそらしたソーダさんがいた。ソーダさん、今はちょっと中には。うん、そうだよね。私のせいになってるよね、全部。俺は言葉を返せなかった。そして何やらデジャブのようなものを感じていた。それもつかの間、玄関に楠木さんを先頭に、みんなが鬼の形相でやってきたのだ。楠木さんはもう我慢の限界だといった顔で、握った拳はわなわなと震えていた。あんた、どういうつもりで来たの？また部長の差し金？あんたのせいで、あんたが泣き脅しなんてせこい真似までして騙したから、どう責任取るつもりよ。楠木さんちょっと待って。都築くんは黙ってて。楠木さんは、もともとソーダさんのことをよく思っていなかったのだから、こんなことになってしまった後では、怒り心頭に発していてもおかしくはなかった。私のせいです。私が全部バカだったんです。でも、もう目が覚めました。もう我慢の限界。そこまで言うと、ソーダさんは、ごくりと一息飲んで、折りたたまる勢いで頭を下げた。虫がいいことばかり言っているのは分かってます。けどどうか、ここで働かせてもらえませんか？途端に空気が止まった。俺も驚いたが、全員が彼女の言葉にあっけに取られていた。だが、その中でもすぐに着火したのは、やはり楠木さんだった。もう、ソーダさんに掴みかかりそうな勢いだった。ふざけてんじゃないわよ。工場を崖っぷちにしといて、ここで働きたい？尻滅裂もいいところよ。誰のせいでこうなったと思ってるの？知らなかったの。本当に知らなくて、社員が噂話してるのを聞いて部長を問い詰めたら、職人なんてものはプライドだけで生きてるから、はめるのも味気ないくらい簡単だって。ソーダさんもまた、拳を握りしめながら下を向いている。楠木さんはひたすらに、信じられないと、ソーダさんへ浴びせかけていた。俺は傍観者になってしまっていたが、これではいけないと、止まりそうにない二人の間に何とか入り込んだ。ソーダさん、それで、うちで働きたいっていうのは一体。会社、辞めてきたわ。え？辞表はずっと持っていたから、叩きつけてきたの。みんなはざわざわしだし、さすがの楠木さんも目を見開き止まってしまっている。俺はそっとソーダさんへ近づき、小声で聞いた。でも、借金の話は？当面は貯金でなんとか。今までにもきっとできたはずなのに動けなかった。でも今回は違うわ。ここで動けなければ、私は本当に私を許せなくなるって思ったの。私も進むって決めた。それで、ここへ来てしまったんだけど、やっぱりダメよね。みんなの聞きたいことは分かってた。ようやく落ち着いてきた空気の中、俺はソーダさんへ最後の質問をした。この工場でないといけない理由、教えてくれますか？発展途上だし、デザイナーの仕事なんて全くありませんよ。鋭い視線をあちこちから受けながら、ソーダさんは真剣な顔でみんなを見ながら話し出した。私は、本当は、都築くんのものづくりに対する姿勢を尊敬してた。でも、会社を辞められない以上、無理やり自分の考えを会社に合わせてきたの。唯一自分の意見を出せたのは、桜のデザインだけ。一つ一つ、一人一人を大切にしながら、
物と向き合うここで働きたい。もう自分の気持ちに嘘をつきたくないの。どうか、お願いします。彼女の言った本心は、会社を辞めてここへ来てくれた楠木さんたちと同じものだった。俺はまた頭を下げ出したソーダさんの肩へ手を置いた。今はまだないけど、近いうちにソーダさんのデザイン力を発揮してもらえるよう頑張るよ。なんだって、あの桜をデザインした人だ。そして、熱い気持ちの人だ。俺は一緒に働きたいと思う。みんな、楠木さん、どうだろうか。眉を下げ不安な顔をしながら、ソーダさんは楠木さんの方を見た。楠木さんは腕を組みながら、まだ眉間にシワを寄せていたが、ぷいっと横を向きながら、ぼそっとつぶやいた。変な動きしてたら、即クビにしてもらうから。それでもいいなら、私は都築くんを信じる。ありがとう、楠木さん。ありがとうございます。みんなも少し複雑な顔をしながらも、ソーダさんが仲間へ入ることを納得してくれたようだった。みんな事務所へ戻り、玄関先には俺とソーダさん二人になった。都築くん、本当にありがとう。あなたに会えてなかったら、私きっとどこかで潰れてしまっていたわ。そんな大げさな。大げさじゃないよ。あの日、食堂が混んでて本当によかった。凍えすぎて聞き取れず、俺は耳を彼女の方へ向けて、んというジェスチャーを取った。すると、ソーダさんは先ほどと違うこと、そして意味深なことを俺へつぶやいたのだ。実はお土産があるの。きっと気に入ってくれると思うわ。と、ソーダさんが入社して2週間が経った。作業着姿も意外に似合っていた。はじめはみんな少し距離を取っている様子だったが、積極的に学ぼうとしているソーダさんの姿に心を打たれたのか、徐々に関係性も変わってきた。楠木さんとは最低限の言葉しか交わしていないようだった。しかし、工場の問題は解決していない。契約先をすべて失った穴を埋める方法が見つからないのだ。もう少し広く営業範囲を広げるか。いやでもそれじゃ、移動費、輸送費、俺は事務所で一人ブツブツとつぶやいていた。そんな独り言を聞いていたのはソーダさんだった。あら、営業範囲を広げるのはいいと思うわよ。そうね。いっそ海外とか。はは、うまくいきますかね。確かに海外の人からはファンだって DM もらえますよ。そんな他愛もない話を俺たちはしていた。ソーダさんは俺の肩の力を抜くために話してくれたのだろう。ソーダさんは事務所の掃除をしながらチラチラと外を気にしている。今日、波乱が起こるのだろうかと少しゾワッとしたその時だった。またもやチャイムが鳴ったのだ。しかも今回はひたすらに連打をし、外から俺の名前を呼んでいた。この工場のチャイムが鳴るときは何かが起こるときと誰かが笑いながら言っていたが、まさかの今回も大事件の起きる合図になるのだった。大急ぎでドアを開けると、そこには髪を振り乱した正木部長がいたのだ。あまりにも意外すぎる訪問者に俺は呆然としてしまった。鈴木、いやそうだ。貴様らどういうつもりだ。部長の怒号にみんな仕事を止めて集まってきた。正木部長、何のことでしょうか。俺は冷静に対応した。ふざけるな。そうだ、お前は知ってるよな。桜の海外販売のために、俺が一生懸命になって契約をしたあの会社だ。あそこか、あいつらが。契約は今回で終了で、次は都築製作所と契約するとか、わけのわからんことを言ってきたんだぞ。正木部長は、ぜいぜいと肩で息をしながら、頭に詰まった不満と疑問をぶちまけた。それに引き換え、工場の面々は冷静だった。少し笑いをこらえている者もいた。俺は部長の正面に立って淡々と話した。あちらの会社はもともと、桜のデザインを初めに気に入ってくれてたんです。なので、ソーダさんがブリッジワンを辞めてから連絡を取った時喜んでくれましたよ。なんだと？そうだ貴様。俺はソーダさんを自分の後ろへ隠した。そこで、そのつてを使って俺、というか、都築製作所は技術の売り込みをしました。製品を送ったり、職人技術の動画を送ったり、特に修理技術にはとても興味を持ってもらいましてね。送ってこられたクラシックカーを修理したら、それは感動してもらいました。その結果、俺はそこまで言ってから、ソーダさんへ目線を送った。彼女はニコリとうなずき、話を引き継いだ。輸送費を全部あちらが持ってでも契約したいとのことです。これからの自動車関係の仕事も、すべて鈴木製作所とするという契約も結びました。契約金は現時点で、そちらと契約していた時の
10倍といったところですね。正木部長は言葉が出てこず、ひたすらに肩で息をし、顔は真っ赤になっていた。だが、ふと何かに気がついたような表情の後、だんだんと顔色が青ざめていったのだ。そして、言葉を無理やり絞り出していった。おい、お前たち、まさか。都築製作所全員がにやりと笑った。契約の際、いろいろわかりましたよ。あと、相田さんが集めた情報と合わせてね。正木部長、相当ピンハネしてたみたいですね。しかも、部品工場も地方にあるところでは好き放題してたみたいじゃないですか。あ、好き放題はいつもですね。これからどうなるか楽しみにしていてくださいね。正木部長は頭を抱えていたかと思うと、髪の毛をむしり取る勢いでぐしゃぐしゃにしだした。貴様ら。どんなにあがいてもこんなクズ工場が、我がブリッジワンに勝てるわけないだろうが、工場もろとも二度と立ち上がれないように再起不能にしてやるからな。権力を思い知れ。その時、俺のスマホが鳴った。メールが来たのだ。正木部長、笑っているところすみませんが、もっと面白いものが見られますよ。はあ？俺はスマホで見られるニュースを彼の目の前で流し始めた。おい、なんだこれは。ニュースの中のアナウンサーの言葉が字幕とともに流れていく。端にある見出しはこうだった。日本大手の自動車会社、ブリッジワンの不正疑惑について、アナウンサーとコメンテーターの間で最低賃金での過剰労働、生産管理部長のパワハラ疑惑、そして自動車の不備多発問題について議論がなされていた。部長のスマホがけたたましく鳴り続けていたが、それを取る気力がないようで、部長はガクリとその場へへたり込んでしまった。不正の証拠をネット番組へリークしたんですよ。ネットの方が反応早いですからね。これが真実だということを俺は知っている。これからブリッジワンがどうなるのか、俺にはわかりませんが、これだけは言える。これは職人魂の勝利だ。正木部長はもはや目の焦点が合っていなかった。鳴り続けるスマホにようやく出たが、話は耳に入っていないようだ。誰かの怒号がこちらまで漏れ聞こえてきた。そのまま、正木部長はこちらを振り向くことなく、薄笑いを響かせながら、ふらふらと乗りつけた車へ戻っていった。車が去った後、俺たちはようやく肺の奥まで息を吸い込むことができた。一応一件落着なのかな。お疲れ様、都築くん。相田さんが俺の右肩へ手を置いた。スカッとしたよ、都築くん。楠木さんが俺の左肩へ手を置いた。二人は俺を挟んで少し見合っていたが、楠木さんはどこがかっこよかったと思います？私にだけ言わせるの？せーのにしましょ。せーの。職人魂の勝利だ。二人の声だけでなく、みんなも一斉に叫んだ。俺も心の中で思いっきり叫んだのだった。あれから3ヶ月が経った。都築製作所は職人の人数も増え、今日も忙しく活気のある職場となっている。アクセサリーやクラシックカーの修理業は続けており、海外との仕事もそろそろ本格的に始まる予定だ。仕事は増えているが、もちろん技術向上にも力を入れている。先日、金属加工業界での大きなイベント、技術展示会内で行われるコンテストで、都築製作所から出展した薄板加工品と修復加工を施した部品が審査員特別賞を取ったのだ。知名度はさらに上がり、世界への大きなアピールにもなった。ブリッジワンは監査が入り、日本大手と言われていたが、上層部は総入れ替えし、どうにかこうにか中規模会社の子会社へ入った。これは連日報道されるほど大きなニュースとなったのだ。正木部長はさらに悲惨だったかもしれない。パワハラを受けた元社員たちへの賠償金、そして何より横領の証拠が揃ったことにより逮捕となったのだ。最後の最後まで自分は権力者だと言っていたらしい。結果、国家権力に捕まることになったのだから皮肉なものだ。会社で自分の好きなように振る舞えたことが彼の考えを歪めてしまったのだろう。逮捕後のことはもはや誰も知らない。相田さんは無事に借金を返済し終えた。相田さんもパワハラを受けていたこともあり、賠償金が支払われたのだ。今までは諦めて月々を支払っていたけど、本気になればどうにかなるものね。相田さんは笑いながらそう言っていたが、働いて切り詰めて払い切ったのは彼女の強さだと思っている。そんな相田さんと距離のあった楠木さんだが、近づくもなく離れるもなく微妙な関係にあった。だが、二人の距離が縮まったのは
楠木さんの愛車が桜だったことが発覚した時だった。言い出すタイミングもなく黙っていたが、たまたま休みの日に車で工場へ来た時、相田さんもいたことでバレてしまったのだ。今、車好きという共通点ができたことで、二人で出かけることも多いらしい。この工場が閉鎖してから今日まで、山あり谷ありなことばかりだった。俺はみんなが帰った後、これからもっと羽ばたいていくであろう都築製作所へそっと声をかけた。それは師匠に散々言われてきたあの言葉だった。技術の使い方を間違えるな、か。絶対に守るよ、ゴロジー。え？干渉に浸っていたのか、ドアが開いたことに気がついていなかった。知らぬ間に後ろにいたのは相田さんだったのだ。都築くん、今の言葉って。技術の使い方を間違えるな、のことですか？ああ、これは昔ここで働いてた職人。いや、俺の師匠の言葉なんです。久々にゆっくり昔を思い出す時間ができたからだろうか。俺は突然、小さな出来事を思い出した。そういえば、よく娘は絵の天才だって自慢してました。褒めろ褒めろってうるさくて。ああ、そういえば、工場を閉めた時棚に入れていたんだった。本当はずっと事務所へ飾ってたんですよ。これだ。俺も久々に見た絵だった。どこかの川沿いの桜並木を描いた絵だ。俺は自分の思い出を語っているつもりだった。だが、相田さんは顔を両手で押さえながら、顔をふるふると振っていた。そしてくぐもった声で言った。その師匠って人って。ゴロジーってみんな呼んでたんで、俺もゴロジーって。名前はゴロで別におじいさんじゃないんですけど、雰囲気がもう、雷じじいって感じで。その人って今どこにいるの？相田さんの叫びが工場へ響いた。俺はただごとではないと察し、ゆっくりと話し出した。ゴロジーは、工場閉鎖前から心臓が悪くて、1年後亡くなりました。そんな。最後の最後までそばにいました。俺に自分の人生を残すみたいにいろいろ話してくれました。友人の借金を背負って、家族には迷惑かけられないから別れたけど、放棄できないかもしれないから悔しいって、俺にはなんとなく答えが見えていた。だからこそ、相田さんに伝えなければいけなかった。娘は元気かな、会いたいなって言ってました。小さい頃描いてくれたこの絵をずっと大事にして。絶対周りがほっとかない美人になるから覚えとけって言われてて、今やっと思い出しました。自分と違ってハイカラな名前だ。ルカだぞって。相田さんは立ったまま涙を流していた。俺はくしゃくしゃのハンカチを取り出して涙を拭いてあげた。その手を相田さんは震える手でそっと握った。かすかな思い出だけ。でもしっかり覚えてる。私が落書きしていたピカピカの指輪を作ってくれたり、車の話をよくしてくれた。どんどん私も興味を持っていったわ。いつか家族でお父さんの作った車でドライブしようって言葉をずっと信じてた。思い出が溢れ出すのをぐっと抑えながら、相田さんは話を続けた。私の絵をいつも褒めてくれて、そしていつも技術の使い方を間違えちゃダメだぞって、シャーペンがどうとかって話もよくしてくれてた。相田さんの指の力が強まった。借金を残した人ってことばっかりに追われて、大切なことを忘れていたわ。もう会えないお父さんに、都築くんが会わせてくれたのね。ありがとう。俺もまた、彼女の手を強く握り、目を見つめた。これからですよ。これから。お父さんの技術は、ルカさんのデザインと一緒に世界へ行くんだ。俺が必ずその道を作ってみせますから。私、お父さんに胸を張れるよう頑張る。よろしくね、ゲン君。俺たちはお互いに照れ笑いしながら、少し埃をかぶっていた額縁を拭き、事務所へ飾った。ピンクや赤で描かれた満開の桜は、まさにこれからの俺たちの出発を喜んでくれているように鮮やかだった。人はつい期待してしまうものだ。諦めたふりをしても、心のどこかでもしかしてを思ってしまう。諦めの自己防衛も必要な時はあるが、期待して進んでみる強さがあれば、人生は広がりを見せてくれるかもしれない。